はい、セリカさんです。今回はガンダムベースのポイント交換でもらえる HG ガンダムゴールドコーティングとこのガンプラ専用のアクションベースを製作していきます。このガンプラを使ってガイアノーツから新しく販売されたプレミアムブリオンゴールドがゲート後の処理に使えそうか実験していきます。それでは早速作っていきましょう。最初に軽く塗装実験をしておきます。先にこの塗料を説明しておくと、金塊をイメージしたラッカー塗料で値段は1650円です。金塊の見た目ならメッキパーツに合うんじゃないかと思って実験してみました。この塗料をランナーの切り口に塗装してみます。本来はゲート後に使う予定なのでこんな切り口が大きくなくていいのですが、見やすいようにこのようにしました。塗料が乾燥した状態がこちらになります。周囲のゴールドメッキと比べると見た目が違いますね。ただこの切り口が大きいから違いが目立つだけで、ゲート跡くらい小さいと良さげに見えるかもしれないので、パーツのゲート跡に塗装していきます。ゲート跡には面相筆で塗装していきます。ゲート跡はデザインナイフでなるべく平坦にしてから塗装しています。なるべくゲート跡だけ狙って塗装していますが、範囲が小さいのでなかなか難しかったです。違うパーツ同士ですが塗装前後を比較してみます。この映像のようにライトを近くで当てながら観察すると、やっぱり周囲のメッキの見た目とは違いますね。ゲート跡の黒い切り口のままよりはマシな感じです。個人的には金属粒子がなければもっと近い見た目になるような気がします。とりあえずこのまま全部のゲート跡に塗装して、後で全体の見た目も確認します。関節などのパーツはメタリックゴールド風のパーツとなっています。このままでもいい色をしているのですが、どうせならもっと派手にしたかったので塗装していきます。これらのパーツはスターブライトプラスで塗装しました。明るめの色にしたかったので、そのまま元のパーツに塗装していきます。同じような色なので画面越しだと分かりにくいですが、ちゃんと塗装されています。比較するとこんな見た目になります。元のパーツより黄色みが増した明るい見た目になります。メタリック塗料らしく光沢感もあるので、元のパーツよりかは派手になったと思います。この後はガンプラを組み立てていきます。組み立ては普通に素手で行っていきます。組み立てた後にプラモ用ワックスを塗るので、その時に指紋などは綺麗にできます。特に何もする予定がないなら使い捨て手袋とかを使いながら組み立てた方がいいです。組み立て終わったらワックスをしていくので、使い捨て手袋を使ってパーツに指紋がつかないように作業していきます。ワックスはタミヤのモデリングワックスを使いました。これは目の細かい布にワックスを垂らしてパーツを磨くだけなので簡単です。パーツにワックスを塗ったら乾いた布で拭き取ります。車のワックスと同じような要領ですね。やってることは単純なので初心者でも簡単にできます。パーツが綺麗になっていることを確認したら終わりです。メッキパーツの場合、トップコートを失敗したら修正が難しいので、ワックスで軽く仕上げた方が楽だと思います。あとは手袋をしたまま組み立ててガンダム本体は完成です。アクションベースも軽く確認しておきます。連邦軍のマークを題材にしたアクションベース1となっています。余談ですが、すごい久しぶりにアクションベース1を触りました。ランナーのタグでの比較ですが、アクションベースの方が明るいゴールドになっています。これだけ明るい成型色のゴールドは見たことなかったので、この台座はこのまま塗装しないで使用しました。あとはアクションベースを組み立てます。支柱はゴールドになってませんでしたが、面倒だったので塗装しませんでした。それでは完成品を見てみましょう。最初に全体を俯瞰してみた時はゲート跡を塗装したところはあまり気にならなかったです。自分だとゲート跡がどこにあったのか知っているので、塗装した部分にすぐに気がつくことができますが、そうじゃなければ気がつくまでに時間がかかりそうです。マスターグレードのゴールドコーティングもあるので、ついでに並べて比較してみましょう。メッキの見た目自体はほぼ同じで、メッキしているパーツに違いがあります。わかりやすいのがバックパックや武装で、 HG は普通のパーツでしたが MG はしっかりメッキになっています。やっぱり MG の方が豪華になっていますが、その分交換ポイントも高いです。 MG の方も動画があるので、気になったらご視聴お願いします。ここまで見てくれてありがとうございました。このチャンネルではガンプラでいろいろな実験をしながら動画を投稿しています。チャンネル登録前に他の動画も見ていただけるとプラモ作りの幅が広がります。それでは次の動画でまたお会いしましょう。